こんにちは、ピーチです。今回は結婚13年目の我が家が4000万円貯めた方法15選をご紹介します。はじめに私たち夫婦について。夫婦ともに37歳、子供は2人。現在夫の手取り月収は24万円、私は14万円ほど。そして住宅ローンのある平凡な4人家族です。そんな私たちは夫の健康面での不安から40歳までに4000万円貯めるという目標を持っており、先日その目標を達成することができました。特別収入が高いわけではない私たち夫婦がどのように貯めてきたか、結婚当初の24歳から順に取り組んできたことをご紹介します。4000万円貯めた方法1つ目、月の出費を書き出す。当時貯金がほぼゼロだった私たち。そんな私たちが結婚後すぐに取り掛かったのは毎月の生活費を書き出すことでした。節約にしろ何にしろ自分たちの現状を知らないと対策方法は見つかりません。なぜ貯められていなかったのか、食費、家賃など項目ごとに書き出し見直しました。結婚直後の生活費はざっくりとこんな感じ。夫婦2人なのに月に28万円プラスアルファの出費。用途不明金が多く何に使っていたのか把握していない。贅沢することが習慣化し、食費や娯楽費をかけすぎている。この2点がお金がなかった大きな原因でした。思い返せば毎朝立ち寄っていたコンビニ、週末の旅に行っていたショッピング。今となっては滅多にしない贅沢を習慣のようにしていたので、たまるはずはありません。なので、まずしっかりと家計簿をつけて、夫のお給料だけで生活することを心がけました。4000万円貯めた方法2つ目、食費の見直し。当時約22万円ほどだった夫のお給料だけで生活するために、まず月6万円もかけていた食費を見直しました。家計見直しのポイントは、金額が大きい順に見直すこと。すぐに引っ越しはできなかったので、家賃以外で言うと食費、娯楽費が我が家の一番の見直しどころ。食費がなんでこんなに高いのか考えたとき、仕事で疲れて自炊ができていないことが一番の原因でした。仕事帰り駅前で待ち合わせをして食べて帰ることもしばしば。でも夫婦ともに忙しくて毎日自炊できる自信がない。なので3つの手抜き術を考え取り入れることにしました。まず1つ目は丸ごと作り置き弁当。ご飯とおかずをレンジ OK の容器に詰め込んで丸ごと冷凍してしまうという丸ごと作り置き弁当。週末など余裕のある時にご飯や肉野菜炒めなどを大量生産し冷凍ストックしていました。ちなみに節約生活には大きめの冷蔵庫は必須。2つ目は半額惣菜の冷凍ストック。運よく帰り道にスーパーがあったので、仕事で遅くなった日などに半額のお惣菜をまとめ買いしていました。そして多めに買った分は冷凍ストック。ご飯も冷凍ストックしておけば、疲れている日もレンジだけで晩ご飯ができるので外食防止につながります。ちなみにこれは今もやっています。3つ目はネットスーパーの活用。当時は車を持っていなかったので、月に数回西友のネットスーパーを活用していました。夫は仕事帰りにコンビニでお酒やおつまみを買ってくることが多かったのですが、コンビニより安いスーパーでそれらをまとめ買いすればかなり節約になります。また、お米や野菜など重たいものも自宅まで運んでくれるので、自炊のハードルがかなり下がりました。この流れで基本コンビニでの買い物は禁止に。このように食費を下げるための目標を毎日の自炊にするのではなく、外食とコンビニの頻度を減らすとすることで、あまりストレスなく食費を半額以下の月28,000円まで下げることができました。4000万円貯めた方法3つ目、娯楽費の節約。そして食費の次にかかっていた娯楽費。結婚前の週末の過ごし方はアウトレットに映画、そして居酒屋。お金のかかることしかしていませんでした。でもお金をかけなくても楽しめることはたくさんあります。結婚を機に引っ越したばかりだったので、水筒を持って徒歩で自宅周辺を散策したり、お寺巡りをしたり、
わざわざ都会の混んでいるところで過ごす休日よりも何倍もリフレッシュできることに気づきました。また、図書館で自分が住んでいる街の旅行情報誌などを借りてきて、お金をかけずに楽しめる場所を探したりもしました。Google で6月10日、〇〇市、イベントなどと検索すると楽しそうな無料イベントも結構出てきます。そして居酒屋に行かなくても居酒屋メニューを家で作ることで大満足なおうち飲みも楽しめます。一緒に住んで間もなかったこともあり、一緒に材料を買ったりと作る工程も楽しかったです。こんな感じで娯楽費はお金のかからない新しい楽しみを発見することで結構すんなりと下げることができました。4000万円貯めた方法4つ目。成功体験で次のステップへ。結婚し節約生活を始めて1年。共働きだったこともあり、1年で340万円貯めることができました。やればできるんだという達成感はすごく、このあたりからどんどん節約を楽しめるようになっていきました。ただもう削れるところは削り切った感があったので、次のステップとして収入アップを目指すことに。ひとまずお給料が高い会社の面接を受けまくりました。子供もいなく若かったので、フットワークが軽かったこともありますが、無事転職に成功。お給料は月5万円ほど上がり、ボーナスも大幅にアップ。そしてお給料が上がっても生活レベルを上げなかったことで、さらに貯金速度を上げることができました。そして結婚生活が3年経過した27歳。夫のお給料だけで生活し、私のお給料や2人のボーナスをまるっと貯金することで1200万円ほど貯めることができました。思い返せばこの時期が一番貯められていました。そんな中、夫の単身赴任と1人目の出産が重なり、私が退職。子育ても始まり、貯金速度は落ちます。そこで初心に戻り、また出費の見直しを徹底しました。4000万円貯めた方法5つ目。家賃が低いところへ引っ越し。やはり節約効果が大きいのは家賃。スーパーをはしごして食費を月1000円下げるより、家賃が低いところへ引っ越し、月に数万円浮かせる方が何倍も楽で何倍も効果があります。家賃補助3万円が出ていましたが、今までは 1LDK、築浅、駅から徒歩10分、家賃が7万5千円のマンションでした。引っ越し先は 2LDK、築35年、駅から徒歩15分、家賃は5万円のマンションです。月2万5千円もの節約になり、今までより広い家になりました。この引っ越しまで賃貸を探す際は、築15年以下で探していましたが、古くても清潔感のあるリフォーム済みのマンションもあるので、家賃を抑えたい方は、築年数を設定せずに探してみるのがおすすめです。ここでちょっと裏話。家探しの時、私たちがあまりに安い物件ばかり探すので、仲介業者の方に心配されるほどでした。そしてあと1万円高いとこれだけいい物件がありますよ、と誘惑がありましたが、ここは自分たちの意思を貫きました。4000万円貯めた方法6つ目。家族に節約を強要しない。ここで結婚生活一番の危機が訪れます。なんと夫が隠れてパチンコで散財していました。こっそり50万円もの貯金を使い込み、離婚の危機に。話せば1時間ぐらい語ってしまいそうなので割愛しますが、夫は節約生活を楽しんでいる私と温度差があったようです。そこで私も反省し、ここからお給料の1割を渡すお小遣い制に。お小遣いの範囲内であれば口出ししないことにしました。夫は何でものめり込んでしまうタイプなので、新しい趣味探しにも協力。ロードバイクやレザークラフトなど、時には家計費から出しながらいろいろやってみた結果、見事スケボーにはまり、ギャンブルを卒業することができました。また、なぜ節約してお金を貯めているのかも再確認。将来一戸建てが欲しい、子供も2人欲しい、そして老後安心して暮らしたい。というお互いの目標は同じなので、頑張らなくては、と夫もハッとしたようでした。この経験から独りよがりな節約こそ絶対にやってはいけないことなんだと学び、まず家族みんなの幸せと健康、そして節約
という優先順位を私も再確認することができました。4000万円貯めた方法7つ目、小さく暮らす。図書館で読んだミニマリストの本に影響を受け、この頃からなるべく物を増やさない小さな暮らしを意識していました。物はお金と交換して得たもの。当たり前のことですが、物を買わなければお金は貯まります。そして物が増えれば、それを置く場所も必要ですし、手入れするものが必要になるかもしれません。そこまでして本当に必要なものなのか、一度自問自答してから買うことを心がけていました。そのおかげで子供が生まれてからも生活費は上がらず、家賃を下げたことで逆に生活費を下げることに成功しました。案外なくて大丈夫なものは多く、私が買わないものはこちらの動画にまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。4000万円貯めた方法8つ目、時間を無駄にしない。夫婦で話し合い、子供が3歳になるまで保育園に入れず、自宅で見ることにしました。公園や図書館に行ったりと子供との時間を楽しんでいましたが、お昼寝中などちょっとした時間がもったいなく感じ、いろいろ調べた結果、背取りをやってみることに。背取りは本業でやる場合、年48万円までなら確定申告もいらず、隙間時間に稼げます。なので、子供とお出かけついでにセール品などの掘り出し物を見つけてメルカリで売り、初めの1年は月に3万円から4万円ほどの利益、年45万円ほど売り上げていました。他にも断捨離ついでに自宅の不要品をメルカリで売ったり、ポイ活をしたりと、隙間時間をお金に換える工夫をしていました。そして32歳。この年夫婦の夢だった一戸建てをローンで購入。そして2人目が生まれました。住宅ローン控除の恩恵を受けるため、頭金は入れずフルローンに。貯金は2600万円ほど貯まりました。4000万円貯めた方法9つ目。当たり前を疑ってみる。家族も増え、一戸建てを買ったことで、両親や友人がいろいろとアドバイスをしてくれました。それ自体はとてもありがたいことです。ローンの頭金は多めに入れた方が毎月の返済が楽だよ。家族も増えたし、そろそろファミリーカーだね。生命保険額も上げた方がいいよ。でも我が家は全部やりませんでした。なぜなら我が家には合わないから。当たり前と言われていることでも全部我が家に合うとは限りません。例えばローンの頭金も確かに毎月の返済額が減って楽になりますが、住宅ローン控除でローン残高の 1% が減税されるのでフルローンにした方が結果お得でした。車も近場の買い物で使うことがほとんどなので軽自動車で十分。あえて燃費が悪くなるファミリーカーに乗り換える必要はありません。生命保険も逆に掛け金を下げました。なぜなら貯金もある程度貯まり、住宅ローンの団体信用生命保険があるから。夫に万が一のことがあった場合、住宅ローンはなくなります。重要なのは我が家に合っているか自分で確認すること。40歳までに4000万円貯めるという無謀なような目標を達成させるためには、少しも無駄な支出がないよう工夫しなくてはいけません。4000万円貯めた方法10個目。小さな目標を作る。とはいえ節約ばかりの人生はつまらないですし、何より子供がかわいそう。なのでメリハリが大切です。そこでおすすめなのが家族で楽しめる1年以内の小さな目標を作ること。旅行好きの我が家は年に2回ほど温泉旅行に行く目標を立て家族で楽しんでいます。そういった楽しみがあれば日々の生活で無駄遣いに走りそうになった時も再来月は旅行だからここは我慢とストップをかけられますし、旅行先のガイドブックを図書館で借りてきたりと旅行に行くまでも楽しめます。旅行後も思い出話や写真を見返したりと楽しさが長続きするので、小さな目標に旅行を計画するのはおすすめ。楽天トラベルの5と0がつく日に予約すればクーポンでかなり安く予約できますし、大江戸温泉物語や亀の井ホテルなど安いのに結構満足度の高い宿もあります。4000万円貯めた方法11個目。ちりつも節約術を極める。この時期特に頑張っていたのはちりつも節約術。
忙しく時間をかけられないときは、冒頭ご紹介した手抜き節約術がおすすめですが、ある程度時間があるときは少し手間がかかりますが、ちりつも節約術を併用するのがポイント。例えば、化粧水や虫除けスプレーなど作れるものは作る。お肉や魚が半額になる時間帯をリサーチし、その時間に買い物に行く。おもちゃや服など、一時しか使わないものはジモティーを活用するなど。化粧水はお水とグリセリンを混ぜるだけで、お肌に優しい無添加なものができます。虫除けスプレーもお水、無水エタノール、発火油を混ぜるだけで市販のものの5分の1程度のお値段でできます。また最近はお掃除シートや洗剤もなるべく使わないようにしていて、キッチンの油汚れにはセスキ水、洗面台掃除にはクエン酸水を活用しています。これらの作り方はブログにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。お肉や魚は半額の時にまとめ買いするようにしています。自宅周辺のスーパーをリサーチし、半額シールの貼られる時間帯を把握したので、ほぼ確実にお勤め品をゲットできています。またフリマアプリのジモティーは本当におすすめ。ご近所さんと直接やり取りのできるメルカリのようなアプリですが、手数料も送料もかからないので、子供のおもちゃや服、ロフトベッドや勉強机までいただいたり格安で購入しました。二人目が生まれてまとまった時間が全く取れなくなりましたが、ちょこちょこできた隙間時間でこのようなちりつも節約術に取り組み、家を購入してからも極端に生活費が上がることはありませんでした。4000万円貯めた方法12個目、楽天経済圏に入り込む。4年ほど前からフル活用している楽天経済圏。ちょっとした工夫で当時から年間4万円分以上のポイントを貯めてこられました。楽天ポイントを貯めるコツは3つ。まず1つ目は SPU を上げること。SPU とは対象サービスの条件を達成させることで楽天市場での買い物がポイントアップするプログラム。私の場合、楽天カード、楽天銀行、楽天モバイルなどを活用することで、楽天でのお買い物金額の約 10% 分のポイントがついています。二つ目は、楽天お買い物マラソンの時に日用品をまとめ買いすること。さらにポイント還元されるために買う日も一工夫。ほぼ毎月開催される楽天お買い物マラソンは、いろんな店舗で買い回りをすることで最大10倍のポイントがつきます。なのでそのタイミングで日用品をまとめ買い。そうすることで購入金額の 20% ほどのポイントが還元されます。ただポイントアップのための無駄遣いは厳禁。スマホに必要なものをメモしておき、必要なものリストが増えてきた時にまとめ買いするのがコツです。3つ目は楽天ふるさと納税の活用。ふるさと納税は金額が大きい分、大量にポイントをゲットできます。こちらも楽天お買い物マラソンの時にやればさらにポイントアップ。おすすめのふるさと納税返礼品はこちらの動画にまとめていますのでご参考までに。貯まったポイントはガソリン代やドラッグストアなどで使えるのでほぼ現金。かなり節約につながっています。そんな感じで節約を極めること10年。34歳で貯金3000万円を達成することができました。そしてここから現在に至るまでの3年間はチャレンジの年に。4000万円貯めた方法13個目、投資をやってみる。時代はコロナ流行後から投資の流れに。私は投資イコールギャンブルと思っていたほど投資アレルギーがあったので、3000万円貯めるまでの10年間は一切投資をやってきませんでした。ですが、全然利息がつかない銀行預金に物価は上がる一方、このまま銀行預金だけだと、それはそれでリスクがあると思い、旧NISAとジュニアNISAを始めました。今は新NISAもやっていて、結果3年で350万円ほどプラスになっています。これだけ増えたので、やって本当に良かったと思っていますが、反省点もあります。それは怖くなって積み立て購入を途中でやめてしまったこと。最近もですが、全世界株などの株価はどんどん上がっています。そうすると、そろそろ株価暴落が来るかもと怖くなり、
娘のジュニアニーサのみですが、積み立て購入を途中でやめてしまいました。私と夫はオルカン、息子はバランスだったのに対し、娘は S&P500 と上がり幅が一番大きかったというのもあります。結果この3年暴落はせずに上がり続け、積み立てをやめてしまったことで100万円ぐらいもらい損ねてしまいました。投資はもちろん減ってしまうリスクがありますが、全世界株など分散された有料の投資信託は過去のデータから見ると上がる可能性が高いもの。ニュースや周りの声に敏感になりすぎず、淡々と積み立て購入することの大切さを学びました。ちなみに今は夫婦で月16万円ずつ楽天オールカントリーを積み立て購入しています。詳しくはこちらの動画にて。4000万円貯めた方法14個目。副業をする。この年夫の持病が悪化し、部署移動したのでお給料が月5万円もダウンしました。当時下の子は2歳。私は自宅で下の子を見ながらライターの仕事をしていましたが、稼げる額には限界があります。そこで副業としてインスタ、YouTube、ブログなどいろんなことにチャレンジしてみました。実はこのチャンネルは2つ目でして、初めにやっていた子育てチャンネルやインスタは失敗に終わっています。それでもどうにか副業を成功させたいという気持ちは強く試行錯誤し、今やっているこちらのチャンネルを収益化することに成功。少しずつですが収益が入るようになりました。コツはひとまずいろんなことにチャレンジしてみること。YouTube 以外にもインスタや TikTok などお金をかけずにスタートできるものは結構あるので、ひとまずチャレンジしてみることは大切です。ではこちらで最後です。4000万円貯めた方法15個目。勉強する。社会人になり全然していなかった勉強ですが、投資といい副業といい、新しい知識をつけることは蓄財の近道だと気づき、勉強に力を入れ始めました。世の中知っているだけで得することは山ほどあります。そしてまず FP3 級の資格を取得しました。FP の勉強をするまでは入ってきた収入の中からどう節約していくかという考えでしたが、FP の勉強をすることでどうやって手取りを増やすかという新しい視点に気づきました。iDeCoや小規模企業共済などを活用すれば税金を減らせて、結果手元に入るお金は増えます。そして翌年36歳で FP2 級を取得。将来外で働きたいと思っているので仕事でも活かせそうです。また FP だけでなく英語やイラストを独学で勉強してみたりと、自分の得意なことを見つければそれでお金を稼げる可能性もあります。もちろん勉強すれば稼げるようになるという簡単な話ではありませんが、勉強して自分の強みを作ることで稼げたり得できる可能性は格段に上がります。今はクラウドワークスやココナラなど自分のスキルも売れる時代。節約と一緒にコツコツ自己投資をすれば将来きっと自分に返ってきます。そして現在37歳。投資の含み益350万円を含みますが、資産4000万円を達成することができました。ちなみに収入や支出など詳しい資産の推移はこちらの動画でご紹介しています。ご紹介してきた内容はあくまで我が家の例ですが、お金を貯めていく上で再現性が高いと思います。ポイントは無理のない程度にコツコツ長く節約生活を続けること。そのうち節約生活ではなく、無駄をなくしたストレスフリーな生活だと感じると思います。ご紹介した内容が少しでも参考になると幸いです。本日もご視聴いただきありがとうございました。